はいどうも、車買うチューバーワンサクチューブです。今回は久しぶりのワンサクレディオですね。皆さん、レクサスって好きですか？レクサスのこと好きっていう方、いや、興味ないという方、あんまり好きじゃないという方、昔は好きだったけど最近あんま興味ないという方、いろいろいらっしゃると思いますが、ぜひ、下のね、コメント欄にコメントいただければと思います。で、今回のテーマなんですけど、昨年も私こういうテーマで、動画出したんですけれども、レクサス離れが起きてるんじゃないかというテーマです。で、結論から言ってしまうと、起きてなさそうっていうことではあるんですよ。というのも、レクサスはですね、2024年の1月とか2月とかで、過去最高の、販売台数というか登録台数になっているということで、絶好調みたいなんですよね。なんですけど、なんか個人的にはですね、私個人の感想ですけども、ちょっとレクサスに対する興味関心が薄れてきてるんですよね。で、アンケート取らせていただきました。レクサスに対する興味関心、ここの1年間でどう変化したっていうね、質問させていただいたんですけれども、変わらずに好きという方が一番多かった。というのは、私の YouTube チャンネルはですね、結構レクサスファンの方が多く、見ていらっしゃると思います。私ブログやってた頃からね、レクサスのことを結構、好きで記事にしていて、その流れで、ワンソクチューブというね、YouTube をやっているというのもあって、その頃から見ていただいている子さんの方はですね、レクサス好きの方もいらっしゃると思います。でもですね、なんか最近ちょっとレクサスに対する世の中というか私のチャンネルの視聴者の方の興味関心が薄れてるんじゃないかなっていう風な気がしてるんですよ。っていうのは、これ私のチャンネルの動画が面白くないからっていうのもあるのかもしんないですけど、一昔前ですね、2、3年前はレクサスの動画っていうのを出すだけでドーンってなんか結構視聴数が伸びてたんですよ。なので今回ね、LBX とレクサス UX の比較とかっていうのも、視聴者のリクエストもあってですね、動画出したんですけど、あんまり回ってないと。で、最近、レクサスの動画自体私、ちょいちょい LBX の旅動画とかですね、LBX の納車動画とか、いろいろ出してるといえば出してるんですけど、なんか昔ほどのレクサスっていうこの言葉に対する神通力みたいなのがちょっと薄れてきてるような気がしてます。これは私のチャンネルだけで起きていることなのかもしんないんですけど、でもちょっと周りのカーチューバーの方ですね、それこそジャーナリストの方とかも含まれますけども、レクサスの動画出しても昔ほど数十万再生っていうのがしてないような感じがしてるんですよ。これってなんでなのかなって。でも逆になんかトライトンとか出すとなんかうちのチャンネルでめちゃくちゃ回ったり、あとフォレスターとか出すとなぜか回ったりとかするんですけど、逆にクラウンとかベルファイアとかの方がなんか動画が回ってる。すなわちこう YouTube のホーム画面とかに露出した時にクリックされているっていうことだと思うんですよ。登録者の人だけじゃなくて、幅広い人に興味を持たれているのがトヨタ社の方にシフトしてるんじゃないかなっていう風に感じています。皆さんどうですかね？レクサス、いやずっと変わらず興味あってレクサスの車めっちゃ興味あってウォッチしてるよっていう人、はたまた昔はレクサスといえばもう動画見てたけど最近はあんまり見てないなっていう人、元から見てないよっていう方、最近逆にレクサスに興味を持ち始めて見始めたっていう人、いろいろいらっしゃると思うんですけど、ぜひちょっとコメントいただければと思うんですが、なんか最近ではレクサスの動画だから回るという感じではなくなってきてるような気がするんですよ。これは本当に一部のことだと思います。レクサスの販売台数が伸びている。もしかしたら納車待ちになっていた NX とかが、バーッと納車され始めてるっていうところもあるのかもしれませんが、販売数的にはすごく好調みたいなんですよね。過去一好調っていうんだから、それはよっぽどだろうって思うんですけど、でもなんか私自身的には少し若干冷めてきてしまっている部分があってですね、なんだろうな、昔ほどワクワクしなくなったっていうんですかね。LBX とかももちろん購入しましたけども、いい車です、LBX も。で、一番の不満だったメーターの部分とかも解消されて、今おすすめの車であることには変わりないんですけど、なんか
もやっとするんですよね。で、これの原因っていうのを、私なりに分析してみました。これ本当私がもやってるだけかもしれないです。で、私のチャンネルのレクサスの視聴数が伸びてないだけかもしれないです。でも、なんかこのモヤモヤを言語化してみようというふうに思って、一応自分なりに分析してみました。で、そこで見えてきた要因っていうのがいくつかあります。その要因の一つ目はですけども、一番最たるものっていうのがこれだと思います。トヨタ車が良すぎるっていうことですね。だから今までだったらレクサスにしかついていない装備。レクサスだからこその良さっていうのが結構あったんですけど、最近それがなくなっちゃったんですよね。もう本当になくなっちゃったって言っていいと思うんです。例えばシートベンチレーションなんてのはトヨタ車にはほぼついてなかったですよね。5年前ぐらいのトヨタ車にはほぼついてなかったと思います。ラブ4とかでつき始めたかなっていうぐらいで、プリウスにはついてたか。プリウスの一部グレードとかには前の先代型からもついてたんですけど、でも少なかったですよね。で、ハリアーとかにもついた、ラブ4にもついた、プリウスにもついた、クラウンにもついてるっていうことで、もう市民権を得てすごく良くなってる部分ですよね。レクサスだけのものじゃなくなったっていうところがあります。で、さらにクライメートコンシェルジュって言われるレクサスならではの良さであった、シート表記とか外気温とか内気温とかの温度を測ってですね、最適にシートヒーター、ステアリングヒーターを調節してくれるという、オートシートヒーターとかオートエアコンとかオートステアリングとかヒーターとかっていうのがあるんですけど、それももうトヨタ車でももう当たり前につくようになったと。クラウンにもついてます。ベルファイアアルファードにもついてます。で、本当に10年ぐらい前まではですね、コネクテッド機能もレクサスならではの G リンクっていうね、良さがあったんですが、もうそれも T コネクトナビになってですね、オーナーズデスクのようなコンシェルジュサービスもトヨタ車でも、有料費用をね、330円とか払えば使えるようになってるし、最近ではエージェント機能もかなり人工知能ですね、賢くなったんで、ヘイトヨタとかって言ってね、どこどこ行きたいって言えば、目的地設定もしてくれるわけですよ。それも、レクサスだけの良さではなくなってしまったし、あとマップオンデマンドって言われてたような地図の自動更新もレクサス社ならではの良さだったんですけど、もうそれももう当たり前に今コネクテッドナビになって、最新の地図データがトヨタ車でもリアルタイムで反映されて、クラウドの地図情報をね、ナビ画面に反映するというコネクテッドナビになってますよね。だからマーク・レビンソンか JBL かっていうぐらいの差で、マーク・レビがレクサスにしかつかないけど、そうじゃないコネクテッドとかのレクサスならではの良さっていうのがもはやトヨタ車でも享受できるようになってしまったっていうと、もう差がないわけですよね。内装の質感とかは、レクサスいいですけども、でもとはいえアルファード、ベルファイアとかもめちゃくちゃいいんで、LM の方がそりゃいいけど価格がね倍ぐらい違うとかだと話が変わってくるわけじゃないですか。そうなるとレクサスの良さってなんだろうっていうところになってきてしまうんですよね。もちろん走りの質が良いとかっていうのはトヨタ車に輪をかけて良いけども、クリティカルな要因かって言われるとそこまでではないかもなっていう部分で、分かりやすさがなくなったっつうんですかね。そのレクサスならではの良さっていう分かりやすさがなくなったのと、一部トヨタ車に負けている装備があるっていうところがレクサスオーナーとしてはすごくなんかもやっとするんですよね。例えばこのメーターですよね。で、LX、RX、NX、その他レクサスの車でもフル液晶メーターを採用しているのはつい最近発売された LM と LBX、そしてこれから出てくる GX ぐらいということで、カローラにはですね、もう1年半前ぐらいから導入されてるわけですね。それがまだ降りてきてないっていう。で、NX の年次改良とか、そこそこの、マイナーチェンジっていうのがありましたけど、それでもメーターの採用は見送られたと。で UX には 12.3 インチのメーターが採用されたという経緯がありますけど、なぜか NX では採用されなかったというところで、なんていうところですよね。
なんかいろいろな理由があるんだと思いますけど、なんかすごくレクサスをおすすめしたい気持ちはあるんだけど、でもなって思ってしまうところがあって、クラウン、クロスオーバーとクラウンスポーツとか結構太鼓判でおすすめできる車にはなってるんですけど、じゃあ NX と比較してどうって言われた時に、いややっぱ NX の方がレクサスだからいいよねって、なんか自信を持って今は私の中ではおすすめがしづらくなってると。価格は高いのに装備が劣るってなんか悔しいじゃないですか。だから本当だったらキントファクトリーみたいな後から変えられる優勝オプションみたいなのがレクサスでもね、もっと導入されれば、そういったその発売時期による不均衡みたいなのもどんどん解消されていって、で最新のものが、導入されるっていう風な、それが例えば10万20万したとしても多分つけたいっていう人多いと思うんですよね、メーターに関しては。で LBX も出てメーターはついたものの、当初期待されていたヒエラルキーをブレイクスルーするコンパクトな高級車というところでは、やっぱりシートベンチレーション、電動テレスコチルト、助手席パワーシートみたいなのがつかな、3種の神器みたいなのがつかなかったみたいな、そういうところがなんかすごくもどかしい、惜しい、もう全力で押せないっていうところになっちゃってるんですよ。走りはいいよね、見た目もいいよね、内装の質感もいいよね、で500万円超えてくる価格帯になってくるんで、そうなってくると良くて当たり前っていう風に思われてもう仕方ない価格帯になってくるじゃないですか。500万円を超えてくると、一昔前のレクサス NX ぐらいの価格なわけですよね。それ考えるといろいろついてないのはなんか惜しいなって思うところなんですよね。なんかいろいろ車重とかの要件とかもあるんだと思いますが、なんか惜しい、トヨタ車に負けてしまっているというところが、一番私がもやっとするポイントですね。今だからクラウンスポーツとかすごく良いですよ。パトルがついてないとかね、ハイブリッドモデルではいろいろあるけども、でもやっぱ先進性とか走りの素性の良さとかっていうのが、じゃあ NX350H あたりと比較してクラウンスポーツとどっちがいいって言われたら、私だったら今はクラウンスポーツを選ぶかもなって思っちゃうんですよね。価格も安いし、アドバンストドライブもついてるし、メーターも 12.3 インチだし、ナビはね、14インチと12インチって差はあるけど、でもそんなに大きく変わるわけでもないし、NX の方がね、リアのシートヒーターついてたりとか、あとリアの電動リクライニングがついてたりとか、いい部分もあるんですけど、なんかドライバーズカーとして見たときには、なんかクラウンスポーツの方が、ハイブリッドの方がよく映ってしまう部分もありということで、すごくその辺が、レクサスファンとしてはこうもやっとする感じなんですよ。もう全てにおいて最強であってほしい。トヨタとレクサスっていうね、アッパーブランドであるはずのレクサスがなんかトヨタに劣ってる部分があるっていうのは、なんかやっぱちょっとオーナーとしてもファンとしてもすごくもやる部分なので、やっぱ上位互換であってほしいなって思う部分ですね。特にインフォテインメントの部分でやっぱトヨタレクサスはすごくライバルメーカーから遅れているなっていう部分も結構あって、このナビも NX がデビューした時からはだいぶ良くなってきてはいますけど、でもやっぱ日産とかナビの方がだいぶ見栄えも表示できる情報量とか整理整頓されている情報とかにおいても良いので、なんかそういうところもっていう、なんか惜しいんですよね。そのタッチトレーサーの使い勝手の部分であったりとかっていうところも。あと2つ目の部分としては、やっぱり価格がだいぶ上がっちゃってるよなっていう、これはレクサスに限ったことではなく、国産車輸入車含めて、特に輸入車は価格はすごく上昇しているんで、レクサスだけが高いっていうわけではないんですけど、RX でこの 500H が1000万なんですよね。で LX で私が確か1400万とか1350万とか、そんな込み込み総額だったかと思うんですけど、で LM に至っては2000万でしょ。であれは2列シートの超エグゼクティブ、仕様ですけど、それが3列シートになっても多分1400万ぐらいのプライシングにはなってくると思うんで、そうするとベルファイア2台分とかになるわけですよ。って感じですよね。
その倍の値段の価値があるかっていうところになってくると、なんかもっと突き抜けた何かっていうのが必要になってくるんじゃないかなと思います。やっぱトヨタと同じナビ画面がついてて、トヨタよりも劣るインフォテイメントのメーターがついててっていう部分がこうチラチラと見えたりすると、なんかすごくそのブランドとしてなんでレクサス買ってるんだっけみたいなところにちょっと疑問がついてしまう。やっぱレクサスいいよね、誇らしいよねっていう気持ちが昔ほどやっぱ感じられなくなってるのは、トヨタが良くなりすぎちゃってるっていうところなんですよ。だからレクサスはトヨタを超えてほしいなと思うところですね。いや、出し惜しみしないでほしい。もう10台以上レクサスを買っている私としては最近特にそう思うと。で、バリューフォーマネー、コストパフォーマンスとか、あとブランド価値とかっていうところを考えたときに、買ってよかった車12選という、私動画を出したんですけれども、ここ 2,3 年で2021年から買ってよかったなーって心から思った車12台っていうのを選んだんですが、残念ながらレクサスがそこに1台も入ってなかったっていう状況になってます。これはなんかすごく自分でもショックですね。レクサス非公認伝道師みたいな風に自分でも思ってたぐらい、すごくレクサス大好きでレクサスを推してたんですけど、なんかその商品力っていうところでやっぱりトヨタが良すぎるっていうところがすごく今もどかしいなって思う部分ですね。じゃあレクサスがそんなにダメなのかと言われると、全然そんなことはないんですよ。で、やっぱりそのこの前もね、ヤリスクロスと LBX っていうのをね、同じ、プラットフォーム、パワートレインを、使って作られた兄弟車両ですね。トヨタがヤリスクロス、レクサスが LBX ということで、価格差180万円ぐらいあるんですけど、比較してみたらどうだったかっていうと、やっぱ走りの乗り味みたいなところは、ヤリクロもめちゃくちゃいいんですけど、LBX は一回り二回りだいぶ上質になってたなっていう、そのもう比べるのが申し訳ないぐらい、同じプラットフォームを使ってこんなに違うのかっていうぐらい上質で緻密な走りになってたんですよ。それはすごく良かったですし、今乗ってるね RX500H ですよ。これ今乗ってるのもう1年経ちましたよ。RX500H F スポーツパフォーマンス、これも走りはもうめちゃんこいいんですよ。静かだし、踏んだら速いし、燃費もそこそこいいし、でモーターでも走れるし、運転支援安全装備ももうハンズオフもできるし、いや、いいんですよ。で、クラウンクロスオーバー RS もめちゃくちゃいいんですよ。でも、RX の方が動的質感っていう意味では、もう一回りぐらい、もう一回りはいかないかもしれないけど、やっぱプラスアルファでクラウンクロスオーバー RS よりいい部分っていうのはあるんで、そういう動的質感の緻密さとか、精緻さっていうんですかね。精密で緻密な感じ。で、静けさみたいなところはやっぱトヨタ車より輪をかけて良い部分っていうのはあるんですけど、やっぱ言葉では伝わりづらいですし、見てわかるもんでもないじゃないですか。それってやっぱ体感しないとわからない部分なんで、伝わりづらいですよね。やっぱ豊田章男社長になってから、トヨタ車、レクサス車ってもう劇的に走りが良くなって、そういうところがレクサスの車でもよりトヨタ車以上に走りが良くなってる部分ではあるんですけど、伝わりづらいんですよ。乗り比べればわかるかもしんないけど、トヨタ車とレクサス車同時に乗り比べることってほぼ不可能じゃないですか。で、私もヤリスクロスと LBX 両方買って両方並べて同じ日に乗り比べたら、やっぱ違うよねって思いましたけど、じゃあそれが1日後、一晩寝て次の日乗ったら、あれどっちが良かったっけなみたいな感じになると思うんですよ。その絶対評価みたいなのってブレますし、直前に何乗ってたかとかによっても変わってくるんで、そこまで分かる差でもない。だから100のものが200になるかって言われたらそうじゃなくて、100のものが115だったり120ぐらいっていう良さだと思うんですよ。トヨタとレクサスの動的質感の差って。だってパワートレが一緒だったりとかしますから、トランスミッションとかまで一緒だったりしますから、そこに
その100が200になるぐらいの良さっていうのはなかなか出しづらいわけですよ。で静粛性が良くなった。あと、動的質感が良くなった。それが100が105になり、110になり、115になり、120になりぐらいの良さっていうのはあると思うんですけど、それが200になるかって言われるとやっぱ難しいわけじゃないですか。そこは、やっぱ伝わりづらい部分ですし、伝えづらいし、多分伝える手段もほぼないんじゃないかなと思います。それこそ乗り比べ試乗会みたいなのが行われない限りは、一般の人には多分伝わらない部分だと思うし、トヨタ車がダメなのかって言われたら全然ダメじゃないどころか、むしろ積極的にいいと思えるぐらいの良さがヤリスクロスにもクラウンにもあるわけですよ。それはだから価値として伝えづらい部分になってくるんですよね。動的質感の差っていうのは。だからこそ見た目とか装備とかっていうところで分かりやすい良さっていうのの演出が失われているのが私がもやってるポイントなのかもしれないですね。そんでもやってるポイントとしてはですね、ちょっと細かい格論になってきますけど、メーターとかでも同じ 12.3 インチワイドのメーター採用してるのに、トヨタ車とレクサス車で比較した場合、レクサスの方が表示できる情報量が少なかったりとかして、なんでなんてそれも思うんですけど、クラウン、もっと言えばカローラの方が情報量が多くていいんだけどって思ってしまう部分があって、そういうのももやるんですよね。だからレクサス離れは起きてないんだけど、なんか私の中ではすごくモヤモヤする最近のレクサスのこのトヨタ車とのジレンマにすごくこうもやってるっていう動画でございました。なんか取り留めがないんですけど、皆さんどう思われますかね。レクサスオーナーさんの意見をぜひちょっと聞かせていただければと思います。いや、やっぱり買ってよかった。トヨタ車とは全然違う良さがある。めちゃくちゃ満足しているっていう人もいらっしゃると思いますし、ずっとレクサスしか乗り継いでないからわからんっていう人もいると思うし、レクサスとトヨタ車比較して、ちょっとぐぬぬと思うところがあるとか、もうなんなら輸入車に乗り換えちゃったよっていう人もいると思います。なんかぜひ、レクサスオーナーさん、もしくはレクサス乗ったことない方でも、昔はレクサスの動画見てたけど見なくなったとか、逆に最近 LEX とか何か他の車をきっかけにレクサス、興味持ってよく見てるよとかっていう意見もあったら、ぜひぜひ応援コメント、激励コメントなどもいただければと思います。というね、ちょっと、レクサス離れは起きてない、ただしもやるという動画でございました。こういうちょっとね、取り留めもないワンソクレディオ的なね、ラジオ番組的な、もうただ単に喋り倒す動画ですけど、そういうのでもいいねと思った方はぜひちょっといいねボタン押していただけると嬉しいです。ということで、レクサスを10台以上買っているワンソクチューブが、10台以上買っているか CT、IS、NX、RX、RX、RX、UX、IS、NX、RX、LX、LBX、12台買ってますね。レクサスを10台以上12台買っているワンソクチューブのレクサスに対して物申す動画でございました。それでは次回のワンソクチューブもお楽しみに。ワンソクレディオでした。